はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。年末までのね、気をつけることという動画もアップしていますので、年末までどんな流れかなっていうのを分かった上で、この10月末っていうのを見ていただけるとより一層活かしやすいと思います。それからこのカペラノートをご予約いただいた皆さんありがとうございました。ご予約は14日までとなっております。順次11月末から予約いただいた方に発送させていただきます。で、今回は1ヶ月ごとのエネルギー解説っていうのをしっかりと中に書いてありまして、だいたいいつもカードを見る時もですね、星の話ちょろっと最初にしてからカードを見るんですけど、それがしっかりと入っているって形になります。また新月のワークもたっぷり載せていますので、今回の新月はこういうエネルギーだからこういうのにいいですよみたいな解説もしています。そしてもしね、ノートはたくさんあるから必要なくて、星の情報だけ知りたいんだっていう方には11月末にPDF として販売も開始しますので、そちらもご検討ください。で、 PDF は PDF のね、特典をつける予定です。このノートはいつも占ってるこのスプレッドのやり方だったり、先生術のキーワード集っていうのをプレゼントするんですけども、 PDF は PDF で今プレゼントを企画中なので楽しみにしててください。では行きましょう。10月の後半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのナイトですね、逆。そしてワンド8逆、ソード4逆、ソード10逆、ワールド、カップ9、ソードキングの逆です。気をつけることや対策がラバーズの逆とワンド9の逆、そしてオラクルはワンド10です。すごい頑張ってるって感じがしますね。なんだか混ぜてる時にすごく感じたのが、何かが変わっていくことへの恐れみたいな感じをすごく感じたんですよね。今はいい、今は楽しいしとか、今はなんとかできているけれども、もしこれがこうなったらこうなるしなとか、もうこれがこうなっちゃったらもう変えざるを得ないしなみたいな、なんかこれから来るであろう変更できない時の流れによって何か今の楽しみがなくなるんじゃないかとか、そんなことを感じてるのかなって感じがしたんです。いつまでもこのままじゃいられないんだみたいな。例えば家賃がどんどん上がり始めていて、この部屋だけ上がってないけど絶対いつか上げられてしまう、この部屋が家賃上がっちゃったらどうしようみたいな、そういうのとかもそうだし、誰かとの関係においても今は分かり合えてるしいいけども、お互いがなんか状況が変わったりとかしたり、別々の道に行くことになったらダメなんじゃないかみたいな、そういう先の未来を心配して今の自分のエネルギーを低下させてるって感じがしたんですね。だけれども全然心配いりませんって感じで出ています、カードでは。はい。で10月の後半のエネルギーっていうのはやっぱり17日のお羊座で起こる満月っていうのがすごく強いんですね。で、このお羊座で起こる満月っていうのは、17日の満月っていうのはいわゆる9月18日に起きた月食から10月3日の日食があり、そして次17の満月って、ここでようやく一周っていうかね、ここでようやく収まるみたいな感じがあるので、何かが完成するっていう感じがするんです。ですので、もしこれまでの間にすごく自分が頑張ったんだけど結果が出せなかったとか、なんか頑張った割になんか空回りしちゃったみたいなことがあるとしたら、全然それ無駄じゃないですよって感じがするんですね。ちゃんと宇宙は皆さんが考えてるやり方じゃない形でも、これまでの行動や努力や思いや情熱っていうものをちゃんと受け取ってますよって、分かってますよって感じがして、17日の日に、あえて言うならなんですけど、見えないところでの許可書が下りるみたいな感じがあるんですね。はい、いただきましたとかそんなんじゃなくて、誰かに何かをもらうとかじゃなくて、見えないところでこれまでの功績に対するなんか評価がされましたみたいな感じでね、
認定証が見えないところでちゃんとパスされましたみたいな、そんな感じがあるんです。なので何ってわけじゃないんだけど、急に物事がバババババってうまくいくって感じがします。なのでどんな楽しいことがあるのか、どんな嬉しいことがあるのか分かりませんが、ぜひ楽しんでください。ぜひ。自分にはその価値がある。自分はその喜びを受け取る価値がある。自分は今のこの状況で幸せを感じる価値があるっていうふうに思っておいてくださいね。それ全員です。全員それは今の状況の中で感じられる自分の価値や幸せや世界観というものをしっかりと感じて、心をもう自分は受け取れるだけの喜びっていうものをしっかり受け取ってくださいと。これ以上受け取れませんっていうぐらいに受け取ってくださいと、目いっぱい。それがこの10月末の宿題みたいな感じかもしれません。10月末の宿題に喜びをたくさん受け取るってめちゃくちゃいい宿題ですよね。楽しそうな宿題なんですけど、ちょっとそこに至るまでの間にいろいろドラマがあったのかなって感じがします。これまで自分なりに工夫してやってきたとか、自分のこれは才能だろうとか、自分なりに頑張ったんだなっていうことがあると思うんですけど、それがいまいち認められなかったとか通じなかったっていう、自分なりには努力して言ったんだけどとかね、全然それが相手には通じないっていうところからちょっと気が折れてしまったっていうか、萎えてしまったみたいな感じがあり、もういいやみたいなちょっと投げやりな感じもあります。物事をもう何とかしようという気になれないみたいなね、もうそれはそれでいいみたいなもういいって言ってそのまま置いていこうとするみたいな感じがあります。要するにそれだけ自分が傷ついたんだなっていうことですね。これは自分なりにね、だっていいと思うことや頑張ったことがやっぱり受け取ってもらえないと悲しいですよね。それによって意気消沈したんだなって感じもありますが、ちょっとねそれに関しては本当になんか自分のその言いたかったことが悪かったこととか、相手の察知能力が低いとかそういうことではなくて、状況的にちょっと目まぐるしかったんですって感じがします。誰だってこの状況の落ち着いた状況の中でちゃんと向き合って話をすれば分かり合えるところをドタバタドタバタってしてる中で、むちゃくちゃもう緊急でって言ってる時に何か言われたとしてももう全然聞こえてないとか勘違いしやすいみたいな感じがあって、ちょっと状況的に変わらざるを得ない状況だったので通じなかったのかもしれませんって感じで言われてる気がしました。そしてね、今またここでソードの10が出ているので、まさに夜明けが来ようとしてるって感じがするんですね。もう自分ではもうぐったりみたいな、もう無理って思っていたとしても、そこまでやった自分をぜひ褒めてください。褒めたたえてください。それによって夜が明けるんだみたいな、自分がもうダメだと思ったけど全然ダメじゃなかったっていう形で、本当にやりきった人に与えられるご褒美って感じがします。これはワールドにもうカップの9ですよ。もう感じられるだけの喜びを感じてください。それは自分がそれを受け取る価値があるからっていう感じです。でその後またいいのかなこんなに喜んでてとか、いいのかな私これでみたいな感じでちょっと思うかもしれませんが、いいんです。なぜならばやっぱりなんでしょうね、ここまでの間にやっぱり抱え込みすぎていたことがあるっていう感じがします。10とか9って出てて、すごく自分の中でも目いっぱい頑張ったとか、自分の体力のある限り入ったんだとかね、シフトも入れる限り入ったんだとかかもしれないし、何か本当にちょっと自分のキャパを超えてでも頑張ったことがあるっていう感じがして、すごくそれは本当によく頑張ったねって感じの称賛というか、そういうのが来ています。だからこそこれ以上自分を鼓舞したり押し合ったり責めたりせずに、今から入ってくる喜びを感じてくださいと。でさらにはこれ以上もう自分で何かをしなくていいよみたいな感じで、ちゃんと流れに任せて乗ってくださいって感じがしました。ただちょっとね、本当に今体が悪いとかちょっと調子が悪いっていう方は必ずお医者さんに行ってください。お医者さんに行って処方を受けて、その処方箋を受けたものをちゃんと飲んでほしい感じがします。体をいたわるのはしてほしいです。ただなんか自分をどこかの戦場に送り出すみたいなことはもうしないでみたいな感じです。すごくストレスのある状況に自分を押し合ったりとか、もストレス満載なのに仕事行かなくちゃみたいなのとかもそうだし、誰かとの関係の中でも役割これ以上はできませんっていうのであればもうやらなくていいみたいな感じがあります。でもそれをしようとしない自分をまた責めたくなるかもしれないけど、
もう十分なんか10ってやりましたよねって感じがするので、十分やりましたっていうことを自分に褒めてあげてほしい感じがします、これはね。そしてラバーズの逆も出ているので、じゃあこれからどうしようかなっていうことでちょっと迷う感じがありますが、何かねやっぱちょっと言いづらかったこととか、これからの真実を伝えなければいけないとか、これから先進んでいく道に対しての何かの表明をしなきゃいけないとか、そういうのがあるみたいなんですね。それに関して怖いかもしれないけれども、きちんと伝えることでそれ抜けられるっていうふうに出てるんですね。なので怖がりすぎずに勇気を持って伝えていってほしいなって感じがします。ちょっとお仕事のこと見させてください。10月の23日以降は人間関係が非常に良くなってきます。なのでお仕事の人とのやり取りや契約や交渉、全部いいです。それはね、仕事ペンタクルの2、カップ2、すごい、女教皇2ですよ。すごい、2が揃いましたね。なんと2って感じですごくバランスが取れます。仕事だけに限らずだと思うんですけど、なんとなく今何かの扉がやっぱり開かれようとしてるっていう感じがあり、どうやって切り抜けようかなっていう思いがあると思うんですけども、どっちでもやっていけます。でもしお仕事で2つ掛け持ちされてる方であれば、その2つともうまくいくって感じがします。陰陽がうまくバランス取れてたりとか、昼と夜とか休みの日とかもちゃんと合わせられたりとかして、非常にバランスよくやっていけるので仕事問題ないです。でただ仕事を通しての人間関係に関しても全く問題ないです。今一番仕事を通して言われているのは、やっぱりご自身の可能性をどこまで使いますかって感じですかね。何か、このままやろうと思ったら全然できる。今の生活とプラスアルファして何かをするのもできるし、家のことやりながら何かっていうのもできるし、学業しながらとかもそうだし、掛け持ちでも今のことやりながらやるのはそれなりに楽しんでできますっていうふうに言われています。だけど本当に自分の能力っていうか才能っていうか技術、自分にしかできないことを本当に仕事として提供してますかってみたいな、そういうのがあり、これまではそれを提供しようとしたけれどもあまり重宝されなかったとか必要とされなかったかもしれませんが、今はねすごく重宝される時です。だからぜひ言っていってほしいです。何か申し出たいことがあれば。特に10月23日以降っていうのは、10月23日までも悪くないんですよ。10月23日までっていうのはどちらかというと同僚とうまくいくとか、職場の中が安全とか安泰みたいな感じで、23日以降の方が契約とか交渉とか話し合いっていうのがすごくいいんですね。なので実は私こんなことやりたいんですとか、それ任せてもらえませんかとかもそうだし、もし個人で何かお仕事しようとしてる方であれば宣伝する、相手に伝える、私こういうことやってるんです実はっていうのを伝えていってください。そうすることによってすごくうまくいく気がします。何かと何かがつながるって感じがしますので、すごくいいチャンスですからね。ちょっと人間関係見てみますね。うまくいく時は行くんですね。なんかね、人間関係では騒動のないと、ペンタクルスの6、ワンドのクイーンということで、なんか人間関係というカテゴリーで見ると自分ばっかり何かをしてあげてるような気がするとか、自分はこれをあげたのに相手からは返ってきてないとか、そういった他者に対してこうしてほしいっていう思いが強くなるって感じがします。だけどお仕事で見た時の人間関係すごくいいんですね。
なので何か自分が役割を持って誰かと関わっていくっていうことであれば、ものすごく落ち着きます。落ち着く感じがします。ここでもワンドのクイーンということで、自分らしさっていうものをしっかり保ち、自分が前を見て自分にいいことをしていく、他者に対してもいいことをしていくっていうふうに出ているので、非常に落ち着くんですね。でも何か私たちって付き合ってますとか、彼氏とか彼女とか奥さんとか旦那さんみたいな、そういうなんか役割っていうなんか決められたルールの中にいる2人ってなると、ちょっとせっつきたくなるみたいな、自分ばっかりやってるみたいな気持ちになるかもしれませんが、人間関係においては、素直にね、持ちつ持たれつっていうのでいいんじゃないかな。もし甘えたければ甘えたいって言ったらいいと思いますよ。今は余裕がないからちょっと甘えたいんだみたいなことを言ってもいいと思います。仕事ではね、こんなにバランスが取れているのにっていう感じで。ちょっともう一枚見てみますね。ちょっと余談なんですけれども、各星座でお話ししてるんですが、もし、恋愛運だけを特化してみたい方いらっしゃったらコメントをください。いつも全体的なことや気づきと仕事と人間関係を見させていただいて、人間関係の中で恋愛も含めて想像してねっていう感じで言ってるんですが、特化してみたい方はちょっと恋愛に特化したリーディングをしてみようかなっていうふうに思っているんですね。多分ね、需要があるかどうかということであれば見ます。このリーディングの他にってことですけどね。ちょっと最後にもう一枚、これ以上無理して頑張らなくていいよっていうのがメッセージなので、無理して頑張らなくても大丈夫なんだって、うまくいくんだっていうことを自分に許してくださいね。そうすることで本当にね、想定外の喜びが入ってくるので、どんな喜びが入ってくるのかぜひ教えてほしいです。はい。1枚引いたのはこのカードですね。何かこのカードを見て感じることがあれば、皆さんの直感を通して受け取ってみてくださいね。バランスがいいですよね、やっぱりね。ここで222っていうのが出ているので、非常にバランスがいいし、どちらを選ぶかっていうのもそうだし、解決法が出てくるかもしれない。何かしらの、特に仕事において、もしくはパートナーシップにおいてもそうです。パートナーシップっていうので見ると、もうちょっとこうしてほしいみたいな思いがあったりするかもしれませんが、でもバランス取れますのでね。はい、やってみてください。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ということで次回またね、10月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。